どうも、つるとです。このチャンネルは、私、ソライツルトが、つれづれなるままに日々思ったことを話していこうという音声動画です。えラジオ感覚で、視聴いただければと思っております。というわけで、今回は、実は、第1回ではなくて、最初の動画からあれなんですが、海外ドラマレビューをしていこうと思って撮っております。もちろんね、ネタバレありとなっておりますので、まだ見てない方は、ご了承くださいということで、一回見てからね、また聞きに来てくれればと思います。それでは、お願いします。鶴との回電波。はい、今回ね、その海外レビューって言ったんですけど、ドラマザ・ボーイズ、今、Amazon プライム、アマプラで配信されている、海外ドラマ。まあヒーローものではあるんですけど、ちょっとまあ結構残酷表現のある、まあヒーローが現実世界にいたらみたいな話の内容のドラマかな。言うなれば。なんですけど、すごい面白くて、まあこれからなんか時間ある人とかは見て、見て損はないですね。もともとヒーロー、まあマーベルとか、その DC とか好きな人はもちろん、その、まあ残酷な表現が毎回結構あるので、まあそれが大丈夫な人は一見の価値ありっていう感じですね。まあ最初から通してみて、今最終回もう終わって、まあ全体の感想をちょっと今回話していこうかなと思います。でね、まあやっぱホームランダーだよね。ホームランダーが、まあ、最初から最後まで僕は結構好きでしたね。なんか、まあもちろん敵の総大将的な立ち位置にはあるんだけど、まあ結構やばいやつではあるんですけど、なんか僕は好きでしたね。うん、まあネタバレありなので、まあ話すと、まあ最後、ルッチャーにやられて、頭を、まあ、バールのようなもので、まあ、バールなんですけど、で、バールで、ね、頭貫通させられて、脳みそぶちまけられるっていう最後ではあったんですけど、まあ、それ含めてね、まあ、僕って思うんですけど、作中でキャラクターが、死ぬこと、人生の全部が描かれるのってすごいいいことだと思ってて、まあまあその後の人生も続くよみたいな終わり方もいいんですけど、まあ、ちゃんとね、物語内で、まあ、自分の人生を全うさせられてるキャラクターっていうのはすごい幸せだなって思いますね。まあ、ホームランダーが、まあ全然主人公ではないんですけど、まあ主人公は、ヒューイなんですけど、なんかもうこれは偶像劇群像劇か。群像劇として見る感じですね。まあ、最終回に向けてどんどん敵が死んでいく中で、結構こっち側、味方サイド、まあ、主人公サイドのヒューイサイドのメンツっていうのは結構みんなしぶとくて、まあ、死亡フラグガンガン立てながら全然みんな生きてたんですけど、まあ、最終話では、まあ、フレンチはやられちゃったよねっていうところで、まあ
フレンチがね、とにかく死亡フラグすごい立ててたんですよね。フレンチはまあ、いずれやられそうな気はしたんだけど、まあ、それ以外は生き残ったよね。で、チェキサイド、ブラックノワールもやられて、まあ、最初の初代ブラックノワールは、ホームランダーにやられて、まあ、2代目はディープにやられると。まあ、ディープもああいうやられ方だったんでね。ディープの最後めっちゃ笑ったな。でもなんか、SNS 見る限り、なんかいろんな考察がされてて、ディープもいいキャラクターだったなって思いますね。なんか、セイジも、ままあ、活躍は、まあ最後の最後でああいう退場の仕方ではあったんだけど、まあ、活躍はしてたんじゃないかなって僕的には思いますね。うん。で、ファイヤークラッカーがすごい残念なんだよな。心残り、すごい、なんか、ファイヤークラッカーもなんか、話して、まあ全然、まあホームランダーに浸水はしていたけど、まあそこまで、悪い人間ではなかったような気がする。うん、でも、ああいう終わり方はすごい残念だった。うん。で、まあ、エイトレインだよね。エイトレイン、エイトレインもな、エイトレインが、まあ、最初の、主人公にとっての敵役というか、まあ、エイトレインに、まあ、復讐しようっていうので、まあ、このボーイズのメンバーに、そのヒューイも、ブッチャーに誘われて入ったんだけど、まあ、エイトレインね、すごいファン多いと思います。まあ、かっこいいしね。あとね、やっぱ普通に速いっていうのは、やっぱ強さに直結するんじゃないかなって思うのと、あと、やっぱね、エイトレイン自身すごい反省してる部分もあったし、改心してね、ホームランダーに、まあ最終的にやられてはしまったんだけど、まあね、ヒーローとして、もう本当の正義のヒーローとして、まあ物語を終えられたんじゃないかなっていうのは僕的には思います。えあとは、うん、で、あとソルジャーボーイね。ソルジャーボーイも、ソルジャーボーイはなんかさ、すごい制作サイドに気に入られてるよね。気に入られて、すごいいろんな役回りをもらってる気がした。うん。でもなんか、ホームランダーに、結局、まあ最終的には親子関係から、V1 を渡してしまっ、親子関係からじゃないか。まあ、ホームランダーとストームフロントができてたんだよね。まあ、それで、ストームフロントの、ストームフロントが、まあ、愛した男だしな、みたいな感じで、V1 を上げちゃうんですけど、でもさ、まあ、最終話終わってから思うんだけど、ホームランダーの V1 もらってから強化されたっていう、そこまで強化された描写あったかっていう、ちょっと疑問ではある。うん。
まあ、なんかもっとさ、最終話の1個前の話のエンディングで V1 撮ったじゃん。で、なんかもっとすごい強化があると思いきや、普通に不死身になる、不老不死になるみたいな感じで、パワー的な強化はされてなかったような気がする。まあ最後もね、なんかブッチャーと、まあブッチャーも打ってるんだよね、V。だからまあ、全然戦えるんだけど、ホームランダーよりは弱い気がしてたんだよね。でも全然互角に戦ってたしね。で、うん、いやでも結構ね、SNS 見る限りでは、その、俺が考えた最高のエンディングみたいなのをみんな語ってるんだけど、まあ、それ含めてね、なんか、みんながそういう話するっていう時点で、なんか、すごいいい作品だったんではないかって思いますね。うん。僕的には最高でしたね。終わり方含めて。うん。マザーズミルクもね、MM もね、MM が、ぶっちゃん死んじゃって、ライオンを養子に取ったみたいな感じだよね。なんか、MM の役者の人が最初のシーズンに比べてすごい痩せてったなって思う。うん。で、も、キミコもね、一応、能力は使えるままのエンディングだったんだけど、まあ、フレンチがなくなって、最終はさ、フレンチが出てきたところも良かったよね。なんか、それなかったら多分、使えなかったからね、能力を。で、ホームランダーが、ちょっとこの話したいな。なんか、ホームランダーがさ、人間になった時、もう能力奪われちゃった時、マジでよかったよね。なんか、それを見るための振りだったような気までもする。ホームランダーが能力失いそう、なんか能力奪えそうっていう話が出たあたりからさ、もう、それを見たいと思って見続けたもんね。なんか、話がさ、2点3点して、なんか、ぐだった時もあったけど、なんかそれ目標に見てたな、俺は。で、結局、自分が見れたいものを見れたし、うん、一応ね、スピンオフドラマの話もしとくか。なんか、ジェン V っていうスピンオフがあるんですけど、なんかその登場人物も出たっちゃ出たけど、またそこまで話に関わりはしなかったよね。なんか、そのジェン V の主要な役者さんが亡くなったんで、その影響もあると思いますが、ちょっとそこは、もっといろいろ話に関わってくれたらなと思った。うん。で、あとは、キュウイとスターライトが、子供を作って終わりみたいな感じだね。うん、一応書いてあるわ。マリー・モローね。コドルキン倒した、GMV で、GMV の、まあ、ネタバレも入るんで、あれですけど、コドルキンを、マリー・モローがさ、能力で倒した時に、なんか、こいつで、ホームランダー最後倒すのかなと思ったんだけど、全然そんなことはなく、
ヒューイがさ、現実では、あいつと、なんだっけ、ニューマンか。ニューマンと付き合ったんだよね、確か。付き合った結婚した付き合ったんだっけ。だけど、それも面白かったわ。なんか、流れてきて、X で。まあ、そんな感じかな。すごい良かったと思う。見て。すごい。最後、ボーイズロスになるくらいには、結構良かったなと思いますね。そうだね。なんか、アマプラでまた面白い。そうだ。あと、一応ザ・ボーイズ終わったんだけど、スピンオフでまたなんかやるらしいですね。なんだっけ。ウォータライジングなんかソルジャーボーイが主人公らしいですけど、やっぱ、優遇されてんなって思いますね。ソルジャーボーイ。かっこいいもんね。見た目がすごい。顔がかっこいいから人間も出たのかな。だってなんかそこまでクズに見えなくなってくるっていうね。口とかすごい悪いんですけど、かっこよすぎてもう全然そんなの気にならなくなってきてしまうというあれではあるんですけど、そのスピンオフも楽しみで、またスピンオフが来年かな始まるのか、始まったらまた見ようかなと思いますね。でも、どんな話になるんだろう。多分ね、昔の話になると思うんだよね。なんか昔の時代の話。ボートが創設される時の話だと思うから。それも楽しみで。はい。というわけで、一応、一通り言ったかな。あとは、ディープ本当に良かったわ。最後までセブンの一員でいたかったっていうね。それも結構面白かった。あと、アシュリーね。アシュリーも最初は、全然、ボートの普通の社員で働いてたけど、結局、大統領までになるっていうね。すごい出世の仕方だったけど、最終的にはアシュリーを改心して、なんか、主人公サイドの助けをしてたから、っていうか、アシュリー全然死ぬと思ったんだけどな。最後まで生き残ったよね。それが予想外でした。結局ね、あれだよね、最後、アシュリーは大統領から降ろされちゃうんだよね。あとは、オーファザーも話してないか。オーファザーはあんまり思い入れないんだよな。でもミュージカルシーンみたいなのが良かったな。面白かった。オーファザーは、能力的には、口から音波出すみたいな。あんまり思い入れないじゃないかな。でも、すごいスーツのデザインとかかっこよくてよかったですね。なんか、すごいきっちりしたヒーロースーツっていうか、出来が良かったと思う。あれはかっこいい。普通に特撮のスーツとしてね。はい、あと、そうだね。あとね、なんか、普通に前半、味方サイドがフレンチだけ死んだみたいな言い方したんだけど、全然最後、ブッチャー死んでます。ブッチャー死んでますよね。ブッチャー死ななくてもよかったと思うんだけどね。でも、ブッチャーのキャラクター的に、最後、どういう落とし前を自分につけるのかっていうので、自分で判断したことだと思うんだけど、結局、
ね、ヒューイに打たせるっていうね、打たれるっていう選択をしたんじゃないかなって。いや、でもヒューイが打ったんだよな、あれ。ヒューイが打ったんだけど、まあその打たれる覚悟で、そのボートタワーからそのウイルス巻こうとしてたわけだから、まあ、自分の信念を曲げない頑固なキャラクターだったよね。まあそのブッチャーも、その、始まってから終わりまで、自分が死ぬまで描かれてるので、まあ子供の頃からね、ストーリーをやってたわけだから、まあ、報われたのかな。でもまあ、キャラクター的には幸せだったと思いますね、最後。キャラクターってその、ブッチャーの人生というか、人生ではなく、その、キャラクターとしてね、その物語全体で、その自分の人生が全部描かれるっていうのは、まあ良かったんじゃないかなと思います。うん。まあね、ブッチャーの奥さんとかね、まあ、かわいそうではあったんだけど、うん。まあ作品全体としてね、まあ、ブッチャーもね、ある意味主人公みたいなとこあるからね。ブッチャーいなきゃ始まんないもんね。うん。みんな主人公だね。その、ザ・ボーイズに関して言えば、全員主人公だったと思います。うん。いや、もし、まあ、この、動画でいいのかな、動画を見て、その、なんか、ザ・ボーイズの、そのキャラがどうだったとかいう感想があったら、もし、まあ自分のね、推しのキャラは、まあディープでしたとか、まあ、ブラックノワールでしたとか、まあそれぞれね、好きなキャラがいたと思うので、まあコメントくだされば幸いです。はい。今回はね、まあ第1回では全然ないんですけど、まあ、試しにね、撮ってみたっていう感じでもあります。この形式でね。だから全然喋りにつたない点もすごいあったと思いますけど、まあ、今回はこんな感じで、締めたいと思います。はい。まあ、もしよかったら、登録と評価ね、押していただければ、まあ、励みになるのかな、なります。はい。ただね、一つだけ言いたい。アマプラの広告うざすぎ。はい。ということで、今回はこの辺でありがとうございました。